前田さんです。拓江丸の船長与永です。さあ今回はたったの4時間ほどで12トン以上ものホタテを爆速で取るオホーツク海のホタテ漁をセルフ密着。漁獲した大量のホタテで生産されるここ猿払村のふるさと納税の返礼品を撮影してきたので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。ここ猿払村のホタテ漁には12トンというノルマがあって、奈義で漁がある日所属している船はホタテを12トン取らないと帰ることができません。なのでこうやってホタテがたくさんいる場所には多くの船が集まってきます。全船33隻がポジションに着いたら、操船団長の掛け声でホタテ漁が一斉に始まります。作戦やるよ。さあということで1回目のホタテ引きが始まりました。この日のコンディションは水深が32メートル、潮流は北西方向から 0.3 ノット。前日までのデータも参考にして発尺を引くスピードやワイヤーの長さを決めます。まずは船速 3.2 ノット、潮に向かってワイヤー80キロで曳航してみます。これ途中見えたのは円筒魚礁で、これあっちこっちに転がってます。もういい迷惑。はい、ブリッジでは潮流やワイヤーの長さ、発尺を引いた時間を忘れないように iPad に入力していきます。発尺を引く時間は周りの船との状況にもよりますが、長く引けばたくさん入るし、短いと殻が少ないとかいろいろあって、今日は何回で12トン取るかはその船の船頭さんの考え方次第です。さあそれでは1回目が引き終わったので、どれだけホタテが入ったか見てみましょう。ちなみに発尺は21分ほど引っ張りました。果たして何トン入っているのか。はい、じゃあ、俺、起きてるけど。ホタテで。
はい、1回目は4トン弱で上々のねスタートとなりました。すぐに2回目の準備をしてノルマの12トンに向けてどんどんねホタテを取っていきます。船頭が2回目の発着を引いてる間、後半ではね1回目で取ったホタテの選別作業が始まりました。で、発着を引っ張っていると魚体にね何やら怪しい突起物が。これは何かというと、先ほども映った円筒魚礁、さっきはねうまくかわしたけど、今回はね真正面。いや、まあ直撃ですよね。でもこうやって乗り越えていくので、知らないふりして船頭業務続行です。はい、2回目の発着引きが終わったので、1回目で取ったホタテの選別作業に船頭も加わります。さあ2回目の選別作業が終わって、3回目のホタテでノルマがありそうなんで、土産用のモッコ、網ですね、これを敷いて3回目のホタテをまくっていきます。チケット選ぶから。チケット1個でしょ。うん、いや取る。はい、このチケットとは組合の小売用の特別なホタテで、漁師がね1ヶ月にもらえるホタテ15キロもこのチケットから賄っていて、他にも猿払村漁協のネット販売用ホタテ便だったり、ふるさと納税のラインナップにあるカツホタテ3キロと6キロのホタテもこのチケットで選ばれたホタテを使用しています。はい、チケットも無事確保しました。で、なるべく帰り際に選んで、少しでもね鮮度がいい状態で組合へと持っていきます。あとイベ
ああ、2回こだ。ホタテでこの日午前4時28分に始まったホタテ漁は21分、26分、26分と3回発射を引っ張ってホタテの量計が14トン402キロ、入港タイムは8時30分でした。まだまだ朝飯の時間ということで、ホタテの品質チェックがてら漁師の特権発動します。抜き打ちチェック。はい、ということでね、朝飯食べていきます。これをね、豪快に空いた皿にわさびを入れて、醤油、この醤油を豪快にかけます。漁師の朝飯完成。ごちそうさまでした。はい、無事港へと帰ってきたのでホタテの荷揚げをしていきます。トラックに積まれたホタテはそのままスケール場へと入って、今日ね何トン取ってきたかここで計量されます。スケールをかけた後はシートをかけていきます。これはね鳥対策とか、暑い日は氷をかけて溶けないようにするとか、ホタテの鮮度が下がらないようにしています。そしたらそれぞれの加工場へと戻っていきます。今回は辰巳冷凍食品株式会社様ご協力のもと、取れたホタテがどう加工されているのか撮影させていただきました。ご協力ありがとうございます。まずは持ってきたホタテを1トンちょっと入るケースに入れて小分けにねしていきます。それをフォークリフトで運んで、夏海の水温よりもずっと低いね2度前後に設定された貯蔵庫で少しね休ませていきます。今回は特別ということで完全棒行ってきます。おいでここ飛んだけなんないでしょ。お、なるほどね。で手を洗ってこっちから出てくと、はいはいはい。なるほど。剥くとこ
余計なもの取ってんだ。なるほど。いいやつは真ん中に入れてはいはい。やっぱここは最後手作業なんだ。そうだよね。これが最初の検品。はいはいはい。ここが検品なんだ。第1回目の検品。はいはいはい。天井と締め付けの一緒、これも海水。これも海水？膜処理海水。30秒。落ちて上がる。全然見た目なんともなさそうだけどね。ここでも検品なんだ。ここでもまたうわすげえ。これダメだったやつ？こんなに弾き出るんだ。であとサイズ別？これが S？ 大きいもんねこっちね M なのね。それが一回冷蔵庫に入ってついた R カピあ、なるほど。あそこのパッケージ詰めになるんだ。あ、なるほどね。ホタテではい、こちらが辰巳冷凍食品の玉冷ホタテの冷凍貝柱になります。中身はこんな感じ。極厚のね貝柱が入ってます。そしてこちらが猿払村漁業協同組合で作ってる干し貝柱。これを作っている加工場も撮影してきたので、こちらをどうぞ。はい、ということで猿払村漁協のホタテ加工場へやってきました。こちらでは荷揚げしたばかりの新鮮なホタテを加工場へと搬入していきます。そしてこれが海水で茹でた貝柱で二番炊きと呼ばれていて、長州力が飛んだあのソフト貝柱の原料となります。
一部はソフト貝柱などの加工品となり、多くは干し貝柱となって国内での販売はもちろん海外にも輸出されていきます。ホタテで。はい、ということで太陽の恵みでできた干し貝柱がめちゃくちゃね、いい色してます。で、ここに並べてある全ての商品が猿払村ふるさと納税の返礼品としてご購入いただけますので、気になる方はぜひ概要欄かコメント欄をチェックしてみてください。はい、その他にもね、無駄に猿払牛乳や猿払バター、そして日本最北端の村猿払は酪農も盛んで、広大な牧草地では牛たちがのびのびと飼育され、ストレスフリーな牛たちが生産する牛乳や乳製品もふるさと納税の返礼品となっています。さあ、それではね、この用意した猿払村の返礼品を使って漁師飯作っていきたいと思います。貝柱を水の中に入れておきます。はい、それじゃあ早速料理していきます。まずは玉ねぎ、編集の力でパッ。はい、続いて買ってきたホタテのコッコ、これはね返礼品じゃないです。じゃあこちらも編集の力でパッ。はい、よいしょ。はい、この仙貝も料理していきます。この仙貝は、はい、一度並べて、マスコットキャラクターホッターくんを使って編集の力ではっ。はい、そこにねさっと塩コショウ。はい、 OK。 はい、そしたらフライパンを置いて猿払バター、これを入れていく。結構多めでねいいと思います。はい、そしたら点火。バターを溶かしていきます。はい、そしたら玉ねぎをね炒めていきます。はい、一つまみ塩。はい、しんなりするまで炒めていきます。はい、ある程度炒まったらここにホタテのコッコを投入。はい、そして貝柱を戻したこの水を少し入れる。このフライパンのうまみを吸わせて、あとはね大きな鍋に移します。いきます。いやー、はい、そしたら残りのね戻した水も加えていきます。そしてこの貝柱、これをねほぐしてカレーの中にね入れていきたいと思います。なんて贅沢なカレーなんだろう。これはねもう入れれば入れるほどねうまみなんでいっぱい入れましょう。この干し貝柱って結構塩味あるんで、これでね戻したね塩ラーメンなんかもねめちゃくちゃ美味しいからね、ぜひ皆さん一度やってみてほしい。よいしょ、OK。全部入れちゃおうか。あとはじっくり沸かしていきます。まあ、せっかくなんでこの玉ねぎも1個入れちゃおうかね。こんな大きいの、よし。これが瞬間フリーズの辰巳の玉ねぎ投入していく。やっと。はい、オープンと。ちょっとつゆ多かったかな。ちょっとつゆ減らすわ。このねスープは後から使います。はい、それじゃあね火を止めてカレーのルーを投入していく。よいしょよいしょ。高いけど少ない。はい、混ぜていく。ちょっと足りねえな。やっと追加だ。全部だ。ちょっと水分多かったね。うわ、めっちゃいい感じだ。最後に隠し味、猿払牛乳、これをね少し入れます。隠し味と。
うまっ。これでホタテカレーは完成。はい、そしたら2品目。まずは貝を置いて、そこに玉ねぎ1つ乗せて天かで、さっき取ったスープをちょいと入れ、はい、OK。はい、これに昆布つゆ、そしてバター、よいしょ。で付け合わせにしめじ、はい、そしたらこれをあとは加熱していきます。うまそう。いい感じに火が通ってきたら、ここにとろけるチーズをかけていく。 OK。 はい、そして蓋、チーズを溶かしていく。いいんじゃねえか。美味しそう。はい、じゃあ2品目、ホタテの貝焼きチーズ完成。はい、それじゃあよろしくお願いします。はい、さあといく。結構ざっくりなんだね。貴重なんですよ。クロスのこれで。これで、うん。これでね、1800円だよ、税込み。すげえよね。安いよね。これネットでも買えんだよ。油探してる。油を入れます。結構いっぱいだよね。時短。倉庫でやってっからね、今日家じゃなくてね。そうなのよ。勝手がね。そう、買ってちゃうからね。卵に油あってさ、衣が剥がれにくいとかなんか言わないっけ？もうがね。羽やったぞ。はい、取ってくれビール。今日も始めていく。それいい。はい、今日も仕事お疲れさんでした。お疲れー。はい、乾杯。うまっ。今日もうまいな。あ、いいじゃん。これがいい感じかい。いいんじゃない？ああ、いいね。冬のサウンドだね。そうなの？ちょっうん。としんどそう、ホタテが。ビール飲んだけどすんごいありがたくなってきちゃう。じゃあ揚げていきます。いいんじゃない？ちょうどいいね。15個で。16個。終わり。はい、オッケたらー。ん。これでホタテのフライ完成。実食。ちょっととろいけどもよ。あ、本当？あ、あ、いいじゃん。大丈夫じゃん。いいじゃん。あ、でもまあちょっとね。あ、全然大丈夫。まずえ、先にホタテのフライじゃない？全然違うから。その上からかけるんじゃん。見えねえじゃん。したらホタテのフライが見えにくくなるじゃん。見栄えってこと？そしてこ出てるこれの上にオンザホタテよ。こういうこと、こういうことなんです。こういうこと。ほれ、これにね、玉ねぎ1個入ってんだよな。玉ねぎを探せ。あ、いた、玉ねぎいた。2個いるじゃん。うん、1個入って。うわー、すごいカロリー。ほら、うわー、爆弾カロリーだ。漁師のホタテフライカレー完成。いただきます。まずはこのフライからね。はい。せーの。うまい。美味しい。めっちゃうまい。カレーをね、いただきます。あ、うまいわ。マジでちょっとちょうだい。いホタテカレーうまいわ。ただきます。うん。おいしい。全然何も入れてないんだよ。ほんと調味料ゼロ。塩のみ。玉ねぎ炒める時の塩だけ。そうなの？うん。わあ、存在感あるこの玉レーも。玉レーいけんね。あとシチューとかもいいね。あらやだ、美味しい。美味しいね、ほんとね。次はこれ。いただきます。これうまい。玉レー最高よ。マジ？うん。いや待って、めちゃくちゃ使いやすいね、これほんとね。でしょ？うん。熱いな。やっぱでもその湯気いいね。いける？
まい。ね、待って、これめっちゃうまいんだけど。うまこれ。はい、ということで今回は猿払村のふるさと納税の返礼品で漁師飯作ってみました。興味がある方はぜひ概要欄の方からチェックよろしくお願いします。お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。これでふるさと納税増えてくれれば嬉しいね。本当だね。結構ねいろんな種類あるのよ。ふるさと納税も60何種類あったかな。そんなに？あるある。仙貝とか、このバターと牛乳の詰め合わせ、玉レーだとか貝柱とか、毛ガニも2杯とかあるんですよ。私が取ってる毛ガニが。そうなんだ。はい。この乳製品は乳製品みたいな感じなの？そうそうそう、乳製品は乳製品。あとはね、その、村で言えば宿泊券だとか。ああ、なるほどね。紹介しないのそれは。たまたまね、俺は漁師だから自分の取ってるさこんな美味しいものをねふるさと納税の返礼品であるんだから、紹介したいなと思って、別に村からね委託されてないから、これ案件じゃないから、だけど自分でやっぱり取ってるものをさ食べてほしいからさ、今回これ取っただけで。ただそのホタテの仙貝だけは時期があるから、そうね。漁してない時期にはホタテの仙貝はないけど1年間のスケジュール的に言えば、4月から10月までは絶対に仙貝はあるみたいな、これだけでもいいよね。めっちゃ食べるね。えめっちゃ食べる。いいべや仕事してきてんだ